こんにちは、アトリエネトラポートです。今回はこれから薄着になる季節にぴったりのブレスレットを革で作っていこうと思います。今回はマジック編みという三つ編みみたいな模様のブレスレット二重巻きになります。今回も型紙がついてますのでプリントアウトしてメンズ用とレディース用とあります。お好みのものをですね作ってみてください。型紙を厚紙に糊で貼り付けます。でこれをカットしてください。型紙、今回は女性用で作ります。女性用は2つのパーツに、男性用は3つのパーツに分かれています。周りをぐるっと切ったら123の順番でセロテープでこう貼り合わせてください。穴を開けていきます。この小さい穴、今回ギボシが入ります。ギボシは、6ミリのこれですね。ギボシが入ります。ここは鳩目抜き8号で開けていきます。そしてこの楕円のところ、ここは皮が二重になるときに皮を通します。ここも同じく8号で両脇を抜いておきます。そしてカッターナイフでこの線をつないで穴を開けておいてください。反対側、こちらですね。こちらはですね、このギボシの首のところが入ります。12ですね。鳩目抜き12号でこう抜いておきます。このギボシのサイズを変えるときはまたサイズが変わるので、お手持ちのギボシを使うときは皆さんそれぞれ穴のサイズをちょっと検討してみてください。はい、それではですね、先ほどの2本の線切らないでもらって穴だけ開けておきます。型紙を写す時にこのまま写すと結構ずれてしまうので、この角ですね、この端っこのところに穴を開けます。2、よいしょ、3、はい、印を穴を開けておきます。1、2、3、4箇所。そして、あとここですね。ここにも穴を開けておきましょう。はい。ここもカッターナイフで抜きましたら、いよいよ皮に移していきます。今回、皮の厚さは2ミリの厚さの皮にしています。あまり薄いとブレスレットヨレヨレになってしまいます。2ミリの厚さのものを使用します。重しを置いてぐるりと一周と、先ほどつけたこの穴とこの印ポチポチですね、これは穴は開けないで印だけをつけてください。書き写していきます。こんな感じに書き写しました。線のところはポチポチと書いてあって、ここを後でつないでいきます。まず少し荒立ちをしてトコロールを塗っていきます。今回ちょっとこのまま塗っちゃいます。もう少しなんか塗られてますね。皮の目の寝る方を見てトコノールを塗っていきます。ブレスレットで結構裏面は肌につくので、綺麗にしてあげると仕上がりがかっこよくなります。そしてガラスをかけます。はい、この状態で重しを乗せてしばらくしておきます。皮が平らになりました。そうしたら先ほどつけたこの2本の線の端に点々点々という状態で写してもらったと思うんですが、ここです。分かりづらいですが、こことここに点々点々とあります。これをつないでいきます。本体をカットする前にやっておいた方が線が描きやすいと思います。こことここを線でつなぎます。ここは後でカットしていきます。こことここですね。
はい、この線が描けたら、周りをぐるりとカットしていきます。直線が今回すごい多いのでちょっと緊張すると思いますが、頑張ってぐるりと一周カットしてください。周りがぐるりと切れたら、周りを切った後にこの2本の線を慎重に切ってください。そして先ほどと同じように型紙にあった、丸い印を抜いていきます。小さい方はハトメ抜き8号で、この細長いのも8ですね。両脇に同じく型紙と同じく2個開けて、よいしょ、カッターでも、革包丁でも大丈夫なのでここをつないでおきます。そして反対側、こちらは12ですね。12のハトメ抜きで穴を開けておいてください。ちょっとここ難しいと思うので説明します。この直線のところ、切り込み入れるところですね。よいしょ、細いのでしっかり押さえておいてください。で、切り込み上からこう入れてもらって、もうちょっとで線が終わるんですが、全部こっち側から切ってしまうと通り過ぎて行き過ぎて切り込み入りすぎてしまうことが多いので、ここまで途中まで来たら反対向きにしてもらって、こっちからもう一回刃を入れてやります。で、上から切ってきた線につなげてあげます。こっちもですね。そうすると切りすぎることなく、端まで入れられます。そしてあとここもですね、ここもすごく通り過ぎちゃって穴が大きくなっちゃうことがよくありますので、ここ切る時も穴からつないでいくと思うんですけど、こう切ったらひっくり返してもらって、こっち側はこういう感じで切ってつないでください。はい、ではそれができましたらぐるりとへり落としになります。へり落としは、今回厚い皮を使っていますので3番を使っていきます。表をもうぐるりと一周と、実はこの3本の切り込みもやっていきます。こちら側とこちら側と、あとこっち側とこっち側ですね。全部やっていきます。そして裏もガリガリと全部削っていきます。結構距離が長いと思います。3番でぐるりと削ってください。この切り込みのところ、ここもへり落としをするんですが、どう頑張っても一番角からへり落としが入んないんですね。だいたいセンチぐらいは、できないところがこのぐらいからしか入れないので、ここできないところができてしまうんですが、そういうところは紙やすりを使ってこうぐっと開いてですね、角を上から下にかけて落とすようにしてあげると綺麗に仕上がります。ちょっとやりづらいですが、よいしょ、ここも綺麗にしておくといいと思います。はい、全部ぐるりと一周と中と裏を全部へり落とししてください。ぐるりとへり落としができました。結構距離もあると思います。そしたら磨きになります。トコノールを塗って磨いていきます。これも結構距離があるので、磨きがいがあると思います。へり落とししたところにトコノールを塗って、距離が長いので何回かに分けてもらうといいです。乾いてしまうと綺麗にピカピカになりません。こう塗ったらですね、乾く前にウエスで磨いていきます。ウエスで磨いていきます。すごい細いので少しやりづらいんですが、そういう時はよいしょ、ゴム台のところにぴったりくっつけてもらって、こう磨くと少し磨きやすくなります。こんな感じで磨いたら紙やすりをかけます。よいしょ、紙やすりを
今ピカピカにしたところかけてください。はい、そしたらこれで1セットになるので、また塗って磨いて紙やすり3回目塗ってピカピカにウエスで磨いたら磨きの工程が完成です。この間もピカピカにしてみてください。ぐるりと一周とこの中も磨きが完成しました。ではいよいよ金具をつけていきます。ギボウシというね金具になります。ついてるだけで存在感もあってかっこいいのでぜひ使ってみてください。はい、こんな感じになってます。下からこれを入れます。下の方ネジになってますので少し回しながら入れてもらうと入りやすいです。緩いとすぐ取れてしまうのでスッと入らないぐらいの穴の大きさがいいと思います。今回は 6mm の木干しにしたので穴あけは里目抜きの8号を使用しました。ネジ全部入りました。今度上からです。上からネジをこう乗せて、もうあとはくるくる回していくだけで入ります。で指で入るところまで入れてもらったらちょっと取れやすいのでギュッと締めていこうと思います。ペンチでこの首のところを押さえてもらって後ろからマイナスドライバーでグッと締めていきます。はい、あんまりやりすぎるとこっちに傷がついちゃうんで気をつけてください。はい、金具がつきました。それではここですね、切り込みを入れます。さっき点々とつけたと思います。そこからまっすぐ下ろしてください。これも深く入りすぎてしまうと反対側の穴の反対側まで切れてしまうので気をつけてください。こう包丁を入れたので今度逆側からこう入れます。包丁すごい立てて向こうに倒すぐらいでも大丈夫なので、よいしょ、切り込みを入れてください。2箇所です。はい、それではいよいよ編んでいきます。はい、編んでいきます。では右側を先に編んでいきます。真ん中の軸に対して右を重ねます。右するとこれが真ん中になるので、次左からこれを重ねます。右左右。はい、そうしたらここに下を入れます。はい、次は左からです。左右左、これで1セットなのでよいしょ、元に戻ります。もう一度いきます。右左右、よいしょ、左右左。マジック編みのやり方詳しく動画も短い動画も基礎編であります。でこれ以上多分できないと思います。もっと切り込みをね入れるとできるんですけど、あとはちょっと緩めてもらってぎゅうぎゅう詰まってない方が大人っぽく仕上がると思うので、こんな感じにバランスよく伸ばしてください。はい、こちらでブレスレットが完成です。裏側から端っこを落とします。よいしょよいしょ。最初はちょっときついと思います。よいしょよいしょ。はい、こんな感じでぐるっときたら、あとは自分の腕を入れてもらって、よいしょよいしょ、締めながら反対側をこう留めていきます。最初はちょっとここも多分きついと思います。最初から緩くて簡単に止まってしまうと結構すぐ使ってるうちに緩くて外れてきてしまったりもするので、よいしょ、ちょっときつめがいいと思います。はい、こんな感じで入りました。はい、マジック編みと通常の革のダブルストラップの
ブレスレットができました。皆さんも完成しましたでしょうか？こんな感じで少し緩くつけてもかっこいいと思います。ぜひお揃いで作ってみてください。こんなの作りたいよとかあれば、コメント欄の方にご意見いただけると助かります。番組の方、チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。